カニコでございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょ。あゆっていうことでね、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして本日の食材がこちら、あゆっていうことでね、本日はあゆの動画でございます。あゆって夏のお魚っていうイメージありますよね。僕も今年1本生きたあゆを使ってお刺身を作る動画作りましたけども、とても美味しかったです。ですが今、もう夏も終わりまして、めっきり秋の香りを感じる季節になりました。この季節しか食べられない鮎がいるんですよ。それが子持ち鮎。この時期に鮎は卵を持つんですよ。なんで今日は子持ち鮎たくさん買ってきました。んで、この子持ち鮎がめちゃくちゃうまいんです。こうね、わかりますかね。小ぶりなんですけどお腹がパンパンなんですよ。これ卵が入ってるんですね。そしたら今日はこちらの子持ちの鮎を使いまして、子持ち鮎の塩焼きと子持ち鮎の甘露煮作っていきたいと思います。鮎の甘露煮めちゃめちゃうまいですよね。僕初めて作ります。うまくいくかわかんないんですけどね、ちょっと挑戦してみたいなと思います。ほんで子持ち鮎の塩焼きっていうのはもう絶品なんですよ。今年サンマがちょっと細いじゃないですか。なのでサンマの代わりと言っちゃなんですけど、子持ち鮎とかどうですか？結構お値段もね、リーズナブルなんですよ。1尾200円から300円で買えますんで、すごくいいと思います。なので今日はね、子持ち鮎をテーマに動画作っていきたいと思います。よし、そしたら塩焼きはですね、串打って焼くだけですね。ほんで甘露煮はこいつ、圧力鍋を使ってカッと作っていこうかなと思います。よし、そうしましたらまずは軽くぬめりを取っていきます。ぬめりと細かい鱗みたいなものですね。これをザラザラと取っていきます。鱗はね、ほとんどないです。ぬめりを軽く取る感じですね。で、ぬめりを取ったら、鮎のエラだけ抜きます。ここにエラが入ってますんで、エラの付け根から包丁を入れて、クリッと、ピュッと出します。エラね、取らなくてもいいとは思うんですけど、僕はね、ちょっと取りたいんですよね。どうしてもね、抵抗があるんです。甘露煮とかって頭ごと食べるじゃないですか。そういう料理はね、ちょっとエラ取りたいんですよね。それにエラを取ると、こう塩焼きも、なんで頭パリパリで食べられるんですよ。なんでちょっと一手間なんですけど、エラは取っちゃいたいと思います。はい、こんな感じにエラが綺麗に抜けました。ちょっと数が増えたのは気にせんといてください。じゃあ次、鮎の串を打っていきます。鮎の串打ちもね、本当にいろんなやり方があるんです。一番オーソドックスなやり方やっていきますか。僕、右手で串を打つんで、右に串を持ちます。で、鮎の尻尾を上にして、お腹側がこの手のひらの方に来るように持ちます。そしたら、目のところに打って、黄色い点ですね。黄色い点ぐらいのところで、ブスッと一発、串を出します。そしたら、クリッと曲げて、背びれの付け根らへん、ここら辺ですね。ここら辺に刺すんですけど、その時に尻尾を思いっきりグッと上に上げます。グッと上に上げて、ブスッと刺します。はい、こういう形になりました。そうしたら裏めくってみると、ここに金串の先端があります。皮1枚で貫通してない状態ですね。ギリギリ貫通してない状態。この状態をキープします。そしたら次は尻尾をグッと下に曲げて、このまま、ズバッと。で、ちょっと尻尾をピンと上げて、刺していくと。こんな感じですね。で、ポイントはちょっとここ、金串見えるようにするっていうのがポイントなんですよ。これがね、後々、肝になってきます。もう一回いきますね。これバーベキューとかでも応用できるんで、覚えてもらうといいかもしれません。まずは、右手に串を持つ。で、鮎の尻尾を上。で、お腹側を手のひらに。こういう風に持ちます。そしたら、目玉にブスッと刺しながら、ここら辺ですね。黄色い斑点がなくて分かんないなっていう方は、だいたいこのヒレの上、ここら辺ですね。ここら辺からブスッと出してください。そしたらヒレのこの付け根ですね。ここら辺にブスッと刺します。その時にグッと上に上げます。角度をつけてブスッと。そしたらここ貫通させないようにギリギリで止めて、尻尾を次はグッと下に落として、そしたらズズズズズズッと串を打っていきます。で、ちょこっとだけ尻尾を上にピンと上げて、貫通させるのがポイントですね。そうすることによって、より躍動感のある感じ。ピンと上がっとった方がかっこいいじゃないですか。川の流れに泳いでるっていう感じで。はい、これが鮎の串打ちですね。はい、とりあえず3本串打ちました。そしたら、ここ、串が
見えてますよね。この隙間に竹串でも金串でも何でもいいんですけど、串を1本こうやって挟げる。こういう感じで。こうすることによってこう固定されます。なのでとても焼きやすくなりますね。であとはこれ塩を振って焼いていけば鮎の塩焼きの完成ですね。では次は甘露煮を作っていきます。甘露煮はまずこちら焼いていきます。家庭用グリルとかフライパンでもできるんですけど、ちょっと今日数が多いのでサラマンダー使います。はい、そしたら網の上に乗っけていきます。で塩は振りません。素焼きですね。で甘露煮は串を打ってなみなみさせる必要はありません。ペターっと素焼きしていきましょう。こんな感じでいってらっしゃい。はい、そしたら火をつけていきます。火をつけていきますって多分このサラマンダーの使い方とか全然参考にも役にも立たないですよね。でもこれ使うと本当にね、めちゃくちゃ上手に焼けるんです。魚って。うなぎとかもね、炭火じゃなくて、これで焼けばすっげえふわふわで美味しくなるんですよね。で飲食店とかで塩焼きとかがうまいのはこういうことなんですよね。はい、こんな感じで表裏ゆっくり遠火で焼いていきたいと思います。はい、このようにパリッと焼き上がりました。いい感じですね。そしたら圧力鍋に入れていきます。そしたら圧力鍋の底に竹串をちょっと引きますね。これなんで敷くかというと、鮎の身の煮崩れ防止と、あと焦げ付き防止ですね。本当は煮ざるとかがあるといいと思うんですけど、ない場合はこうやって竹串を引いておきます。そしたらその上に鮎を乗せていきます。そんなたくさん入んねえなこれ。とりあえず5匹にしておきましょうか。そしたらそこに日本酒を1カップ。で、さらにお水をたっぷりと。鮎が浸るぐらい入れます。そしたら圧力鍋の蓋をギュッと閉めて、高圧で10分ほど火にかけていきます。はい、では10分ほど経過しまして、もういいでしょう。で、ここで開けると吹き込まれてえらいことになりますんで、自然に冷ましてもいいんですけど、待ちきれない場合はこの鍋の上から水かけちゃう。はい、 OK。 上のピンが解放されて圧力が解除されました。そうしたらここで開けてもいいですよと。おー、いいね。ちょっと卵が破裂しちゃってますね。まあいいでしょう。卵が爆破したのは1匹だけっぽいっすね。難しいね。よし、そしたらここに醤油を 50cc、 そしてこちら水飴ですね。水飴も入れていきます。綺麗ですね、水飴って。水飴もスプーン1杯ぐらい、このぐらいですかね。そしたらその中に醤油と水飴を入れていきます。で弱火でじっくりコトコトと1時間ほど煮込んでいきます。ちょっと鍋移しますね、これ。やばい、ちょっと折れちゃった。難しいな。よし、うまくいった。これが1匹爆破しちゃってますね。この4匹に期待ですね。で落とし蓋もします。さあ、かなり乱れがなくなってきまして、いい感じになってきましたね。もう焦げ付きの心配はないと思うんで、ざるを外していきます。よっと。でタレをすくってこの鮎の上の方に塗っていきます。合ってんのかなこれで。圧力鍋であんだけしっかりやってあるんで、骨も頭も柔らかいと思うんですよ。で1時間も煮たんで味もしっかりついてると思いますんで、多分できてんじゃねえかなと思うんですけどね。タレが足りねえな。よし、こんな感じ。そしたらこれを冷蔵庫でしっかり冷やしていきます。それじゃあ1日2日後に移動。はい、というわけで冷蔵庫で2日間冷やし込みました。できてます、できてます。できてますよ。さあ、ちゃんと固まってるかな。お、しっかりしてるわ。裏側も綺麗ですわ。ここら辺すごいうまくいったな。ちょっとこの真ん中のはね、尻尾が切れちゃいましたね。どんだけ柔らかい状態の時にダメージを与えないかっていうのがポイントですね。固まってしまえばもうこっちのもんなんでね。はい、こんな感じに出来上がりました。じゃあちょっと切ってみましょうか。
はい、これで小餅鮎の甘露煮の完成。さあ、塩焼きを焼いていきましょうか。で、甘露煮実は2日間冷やしたんですよ。そうすると塩焼き用の鮎が傷んじゃうかなと思って冷凍かけました。動画的に塩焼きと甘露煮はその相性悪かったです。どうしてもね、ああいう甘露煮とかそういう料理は時間かかりますね。鮎はね、結構冷凍しても味落ちにくいなと思いますよ。よし、じゃあこの状態で溶かして今日はサラマンダーで焼いていきたいと思います。はい、じゃあ溶けましたらお塩していきます。まずはヒレというヒレにお塩塗っていきます。鮎のヒレって結構脆いので焼いてる途中にポロンと落ちちゃうんですよね。それを落ちにくくするのと化粧塩といってお化粧をしてあげるかのようにヒレにお塩を塗ってあげると、そうするとね焼き上がりも綺麗になりますということで、まずは尻尾塗るというよりかはこう乗せていくっていうイメージですね。こんな感じで、この時にある程度湿ってた方が塩がつきやすいです。そしたら次はこの背びれですね。背びれもしっかり開いて塩を乗っけていくと、表裏しっかりと。で、表裏しっかり塩が乗ると背びれがピンと立ちますんでね。はい、背びれ塗れましたら次は胸びれ。胸びれにも塩を乗っけていきます。で、ここにちょっとある腹びれにも塗っていきます。もうとにかくヒレというヒレに塩を塗っていく。で、最後尻びれですね。ここにも塗っていくと。で、尻びれの上にこうちょこんってあるやつがこれ油びれって言うんですけど、ここはね僕塗らなくてもいいかなと思います。塗る人は塗ると思うんですけど、そしたら魚体に軽く塩を打つと。よし、これで焼いていきます。さあ、そしたら焼いていきます。まずは裏っ側から焼いていきますね。裏表で焼いた方が仕上がりが綺麗になります。で、今日はこういう業務用機でやりますけど、本来はね炭火焼きがうまいです。ほんで炭火焼きで焼く時の注意点なんですけど、普通でバーベキューコンロとかで焼いてもらっても全然いいんですけど、必ず弱火のしっかり遠赤外線、炭がしっかり落ち着いた状態でじっくり焼いた方がいいです。じっくり焼くことによって頭もパリパリで食べられるし、小餅なんでじっくり焼かないと卵にしっかり火が入んないんですよね。強火でカッと焼いちゃうと表面と身だけ焼けてるんだけど卵ちょっと生焼けだなっていう状態になっちゃいますんでね。ちょっと小餅鮎はバーベキューで焼くにはテクニックがいりますね。小餅鮎をしっかり焼けるよっていう方はね、バーベキューのプロ、料理人です。はい、じゃあ弱火でゆっくり焼いていきたいと思います。はい、ではいい感じに裏っ側焼けてきましたね。そしたらひっくり返して表も焼いていきます。ほら、化粧地をしたんですごくピーンとしてますよね。この鮎の塩焼きって見た目も美しいですからね。じゃあ表面も焼いていきます。はい、では焼けました。そしたらこちらを盛り付けていく。はい、じゃあ完成いただきます。よし、じゃあ食べていこう。じゃあまずはこちら出来たての鮎の塩焼きからいきましょうか。今日はただの鮎の塩焼きじゃないですからね、小餅ですから。今の時期しか食べられない小餅鮎。本当はね胸びれとか腹びれがもうちょっとピンと焼き上がったら鮎ってこう立つんですよ。ちょっと今回は失敗気味。よし、じゃあまず背びれをこう落としてピロッとこう化粧地をすることによって簡単に背びれが取れます。で、こう背びれの骨もこっちについてきますんでね。で、まずは背中をガブリといただく。いただきます。うまい。ここに油の層が入ってるの分かりますかね。養殖の鮎なんでいくら卵持ってたとしても油ありますね。天然物だと卵を持ってくるとちょっと油落ちてくると思うんですけどね。うまい。で、僕の食べ方はまずは背中の方を食べるんですよ。普通に美味しい鮎の塩焼きの身として食べます。はい、で背中がいけたら次はね卵。すごいですよ、パンパンですからね。ほら、こんな数の子みたいなねパンパンにこうやって卵が入ってるんです。
すごくないですか。そしたらここら辺をホクッとやっていただきます。うわ、うまい。プッチプチ。シシャモとか好きな人絶対好きです。これ卵の味はシシャモの卵によう似とる。で身を楽しんで、で卵は卵で味わうと。でこう卵の先っちょについてるこの鮎の肝、この鮎の肝がうめえんですわ。この子持ち鮎は1尾で3度美味しいですね。じゃあ次、こちら初めて作った鮎の甘露煮、これいきましょうか。じゃあこの真ん中の一番いいとこ、ここいきましょう。これね、個人的にすげえ上手にできたんじゃないかなって思います。こんな感じ。いただきます。うまいわ。骨まで柔らかい。でもうほんとんど卵ですわ、これ。これお茶漬けとかにのせたらめちゃくちゃうまい感じの味ですね。で、一回圧力かけてるんで、骨が全然気になりません。うまい。はい、ということで今日はこちらの鮎の甘露煮と塩焼きときましたら、お飲み物、こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、緑色のやつ。今日は休館日につき、緑茶でいきます。いいじゃないですか。鮎の塩焼きと緑茶なんて。和を感じますね。いただきます。日本に生まれてよかった。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は今の時期しか食べられないごちそう、子持ち鮎の甘露煮と塩焼きを作って食べてみましたけども、やっぱり子持ち鮎はうまいね。ジューシーな身とホロホロの卵、最高ですね。サンマがガリガリの今、サンマの代わりとはまたならないんですけど、サンマはサンマなんでね。子持ち鮎なんかどうでしょうか。ただね、ほんと焼くのが難しい、あれは。家庭用グリルでも本当に弱火でしっかり焼いてください。で、卵がちょっと生焼けだなと思ったらもうレンチンすれば卵火が入りますんで、本当に子持ち鮎もね、1尾2、300円で買えますんで、おすすめです。はい、というわけで今日ご視聴ありがとうございました。バイバイ。